こちらはきちんと手続きしてますよ。確認してください。山城のあまりの態度のひどさに、さすがの俺も大きな声を出した。それでも山城は面倒くさそうな声で、そう言われましてもね、と取り付く島もない。それどころか、きちんと確認もせず、こちらに通帳を突っ返そうとしている。そして、わざと小さな声で、おろすかね、ないだろ。と言って、ニヤッと笑ったのを、俺は見逃さなかった。こんな扱いを受けるなら、こちらにも考えがある。俺は金田正一、ごく普通のサラリーマンだ。実は今日は有給を取り、母の銀行の用事に付き合うことになっている。母には遺産があり、それらはすべて銀行に普通預金、定期預金で預けていたのだが、少し運用を考えるのと、まとまったお金を下ろしたいということで、出金を考えているらしい。ありがとうね、正一。母さんこういうことは苦手だから、いつも父さんに任せていたのよ。俺は別にいいけど、母さんも少しは理解していないと、俺に何かあった時困るよ。演技でもないこと言わないで。もしかしたらっていう話だよ。俺の母親の金田鈴子。こういった手続きは苦手らしく、数年前に父が他界してからは、近所に住んでいる俺が付き合うのが通例となっている。これも親孝行の一つだと思っているのだけど、母は太陽銀行という一つの銀行に預金のすべてを預けており、俺は分散していない状態が気になっていた。母曰く昔からずっと使っている太陽銀行だから大丈夫ということだったが、俺はいろいろ考えながら銀行へ向かった。銀行で番号札を取り待っていると順番が回ってきた。番号札10番の方、こちらへどうぞ。いかにもやる気のない男性の声。呼ばれた窓口へ行くと、そこには30代くらいの男性銀行員がいた。こちらと目を合わすこともなく、なぜか不機嫌そうな顔をしている。見るからにやる気がない顔で、接客業とは思えない態度だった。しかも窓口の机を指でトントンしながら、ご用件はの一言もない。母もその態度には戸惑っているようで、私の顔を気にして見ている。もっと愛想よくしろとは言わないが、明らかにその銀行員に当たったのは外れだと思った。まあ、それでも手続きさえきちんとしてくれたらいいか。そう思って俺は切り出した。母の定期預金の解約と一部預金引き出しをしたいのですが、そう言った途端、その銀行員は、はぁ、と俺と母に聞こえるように大きくため息をついた。俺はあまりの態度にネームプレートを見ると、山城と書いてあった。山城はため息をついた後、俺と母の方を初めて向いたのだが、その目つきはとても客を見るようなものではなく、完全に見下したような態度だった。その後も山城は何も言わないので、しびれを切らした俺が預金通帳を差し出し、いくつか手続きをお願いしたいのでお願いします。と言ったんだ。すると山城は通帳を受け取りもせず、ちらっと見ただけで、これはここの支店では手続きできませんね。通帳に書いてある B 支店で手続きしてもらわないと。と言ってきた。確かに母は銀行の開設を B 支店でしていて、今来ているのは実家から一番近い A 支店だった。実は B 支店は引っ越しをする前の家からは最寄りだったのだが、今は実家から車で1時間くらいかかるところにあるのだ。そうなの？知らなかったわ。母は山城の言葉を聞いて落ち込んでいるようだったが、俺は疑問を感じていた。確か他の支店でも手続きはできるはず。それに今日は太陽銀行の後に他の銀行にも行きたかった。銀行は平日の日中しか空いていないから B 支店まで行くと間に合わない。できれば銀行の用事を今日中に終わらせたかった。ちょっと他にも用事があるので A 支店で手続きしたいんですけど、対応してもらえませんか？
それはそちらの都合でしょう。こちらでは対応できないので B 支店に問い合わせてみてください。それだけ言うと山城は番号札11番でお待ちのお客様と勝手に次の人を呼んでしまった。しかも手でしっしと追い払うようなジェスチャーをしながら。俺は腹が立ったが A 支店で手続きできないなら仕方がない。一度母と車に戻って B 支店に電話して確認することにしたんだ。ごめんね翔一、まさか A 支店で手続きできないなんて。いや俺も確認不足だったからとりあえず B 支店に電話で聞いてみるよ。俺は B 支店に電話した。こういう手続きをしたいんですけど、そちらの B 支店でしか手続きできないと言われてしまって、そちらまで行かなければいけないでしょうか。わかりました。確認しますので少々お待ちいただけますか。はい。すぐに折り返しの電話がかかってきた。金田様、先ほどのご相談いただいた件ですが、A 支店でもお手続きは可能です。え、本当ですか？ A 支店では対応できないって言われましたよ。どういうことなんですか？大変申し訳ありませんでした。担当の者が勘違いしたのかもしれません。A 支店でお手続き可能です。B 支店は恐縮したようにそう言った。俺は二度手間になりたくないので、もう一度念を押すように聞いた。A 支店でも絶対に手続きできるんですね。はい、もちろんです。お時間を取らせてしまい大変申し訳ありませんでした。わかりました。俺は電話を切ってため息をついた。A 支店で手続きできるってさ、窓口の人が勘違いしてたみたい。そうなの？よかったわ。俺と母は再び銀行に入った。この時点で待ち時間も含めて1時間近く経っていたのだが、昼が近づくにつれて人が多くなってきて、銀行内は混雑していた。先ほど担当した山城が窓口にいたから、さっきの手続きの件なんですけど、と言って声をかけようとすると、番号札を取って順番にお待ちくださいと強く言われてしまった。確かにそうかもしれないが、俺は納得がいかないまましぶしぶ番号札を取って待つことにした。11番の番号札でお待ちの方。しばらく待ってやっと呼ばれたのだが、その窓口にいたのはまた山城だった。俺はもともと気が短く山城の対応に怒りを感じていたが、なるべくイライラを見せないように言ったんだ。さっきの件ですけど、こちらの A 支店でも手続き可能だと B 支店に電話したら言われましたよ。そちらが間違っているんじゃないですか。すると山城は面倒くさそうな顔で、じゃあ通帳をお預かりするのでこの書類を書いてくださいと通帳を俺の手から奪うように取り上げ、奥へ入っていった。この時申し訳ありませんでしたの一言もなく、山城からの謝罪も勘違いしていたことの説明も何もなかった。俺は渡された書類に記入しようとしたのだが、山城から何の説明もなかったことで、どの部分を書けばいいのか細かいところがわからなかった。ここの部分ってどう書けば。俺が山城に声をかけると、あからさまに嫌な顔をして、書類の記載例がそこにありますよね。それを見て書いてくださいよ。こっちは忙しいんですから。とブツブツ言いながら、記載例が貼ってある台を指さした。もちろんそれを見た上でわからないから聞いたのだが、山城はこちらの方を見ようともしない。とてももう一度声をかけられる雰囲気ではなかった。俺は仕方なく母と一緒に記載例を見ながら何とか書類を完成させた。それでもわからないところがあったので、そこは空欄にしておいたんだ。書類が書けたのでお願いします。でもまだわからないところが。山城は俺がそう言いかけたのも聞かず、書類を俺の手からひったくるように持っていった。もう嫌だ。1時間かけて B 支店に行けばよかった。そう後悔しながら早く手続きが終わることを祈っていた。すると山城はため息をつきながら戻ってきて、ここが空欄なんですけど、太枠の中は記載するよう書いてありますよね。と書類を突っ返してきた。
だから書き方がわからないから空欄のままに。ここすら記入してないってことは手続きする気あるんですか？もう必要ないんじゃないですか？そんなわけないじゃないですか。言いかけたのを遮って書類を持っていかれちゃこっちだって。本当にすみませんね。慣れてないもので、書くので一度こちらにください。思わず声を荒げそうになる俺を遮り、母は山城に謝って書類を受け取った。そして空欄になっているところを書き、山城に渡したんだ。すみませんが、よろしくお願いします。こういう時、母のことを素直に尊敬する。俺一人で来ていたら、かなり早い段階でブチギレていたであろうから、母が一緒だからなんとかこらえることができていた。書類を確認した山城は、ここ書き方間違ってるんですけど、明らかにおかしいですよね。早く書き直してきてください。と母に対して威圧的な態度で記入ミスを指摘してきた。記入ミスをしたこちらも悪いかもしれないが、母のことを鼻で笑い見下したような態度を取る必要はないだろう。それでも母は、何度もお手間を取らせまして、と書類を書き直した。これで手続きは終わるだろう、そう思っていたのだけれども、窓口に書き直した書類を持っていくと、山城の姿がなかった。隣の窓口の女性銀行員に、書類を書き直して持ってきたんですけど、この窓口にいた山城さんってどちらにいらっしゃいますか？と聞いた。少々お待ちください。女性は銀行の奥まで行ったが、しばらくするとまた戻ってきて、申し訳ありません。山城は席を外しておりまして。と頭を下げた。まだ手続きの途中なんですけど、銀行内にいないってことですか？はい。じゃあ戻ってくるまで手続きが終わらないってことですか？それなら代わりに手続きしてもらえませんか？山城が手続き中ですので、途中で私の名前で処理することができないんです。そんな。申し訳ありませんが、次のお客様がお待ちですので。他の窓口もお昼休みの会社員たちが来て忙しそうにしていた。山城は一体どこに行ってしまったのだろうか。まさか昼飯を食べに出て行ったんじゃないだろうな。一瞬そんな考えが浮かんだが、さすがにそんなことはないだろうと俺は待つことにした。でも10分経っても20分経っても山城は戻ってこず、結局1時近くになってやっと姿を現したんだ。まだ手続きの途中なんですけど、どこに行っていたんですか？俺が山城を問い詰めようとすると、あまりに遅いので他の仕事をしていましてね。とニヤニヤしながら言うではないか。しかも山城からはニンニクのような強烈な匂いが漂ってきて、明らかにラーメンでも食べに行ったような感じだった。でも証拠はないし、とにかく早く手続きを終わらせたかったから、これでお願いします。と書き直した書類を渡した。そして母と一緒に座って待っていたのだが、この時点で最初に来店してから3時間が経とうとしていた。金田鈴子様。やっと手続きが終わる。俺と母は疲れ切った顔をしながらも山城がいる窓口へ向かった。すると、ちょっとこれ手続きできないですね。どうしてですか？というか、お二人の関係はどういったものでしょうか？私の息子ですが。ほら、免許証もありますよ。住所も違いますし、こんなありふれた名字が一緒だと言われても何の証明にもならないですよ。山城は俺の質問には答えず、母との関係を聞いてきた。てっきりオレオレ詐欺の疑いでもあるのかと思った俺は母が手続きが不安だというので、ただ付き添いできただけです。そうなんですよ。私の意思で手続きをしているんです。と言ったが、山城は奥の上司らしき男性にこちらを見ながら話しに行き、奥に行ってしまった。何をしているのかはわからないが、また1時間くらい待たされた。誰か上の人にでも相談しているのか、許可を取ろうとしているのか、いろいろと考えつつも、もう時間もないしと我慢して待っていたんだ。すると山城がやっと戻ってきた。
うちとしても疑わしい手続きはできませんのでね。そんな、これだけ待たせておいて、それはないんじゃないですか？だってね、書類の書き方もめちゃくちゃでしたし。山城が言っていることは言いがかりだとしか思えなかった。現に他にも子供が付き添っているらしき高齢者が一緒に手続きをしていたからだ。こちらはきちんと手続きしてますよ。確認してください。山城の態度のひどさにさすがの俺も大きな声を出した。それでも山城は面倒くさそうな声で、そう言われましてもねと取り付く島もない。それどころかきちんと確認もしていないだろうに、こちらに通帳を突っ返そうとしている。そして小さな声で、下ろすかね、ないだろと言ってニヤッと笑ったのを俺は見逃さなかった。だから、なぜ手続きできないのか説明してもらわないと納得できません。周りの客も俺と山城のやりとりを見ているようだった。山城はそれが不快だったのか、とにかく手続きできません。出勤もできません。お帰りください。と周りに聞こえるように声を張り上げた。それが恥ずかしかったのか、母は俺の手を引きながら、正一、もういいわよ。帰りましょう。と言った。母も疲れたのだろう。俺はこれ以上山城と話していても意味がないと思い、その日は帰ることにしたんだ。それなら俺にも考えがある。翌週、俺と母はお世話になっている税理士に相談し、A 支店に行ってすべての定期預金を解約。預金口座も解約して太陽銀行との取引を終えることにした。すると支店長が出てきて引き止められたが、理由を説明すると顔色を変えてどこかに連絡をした。そして少しだけでも管理のお手伝いをさせていただけないかといろいろ提案されたんだ。長い付き合いもあったので話を聞いていると、とおろおろしながら山城が真っ青な顔で部屋に入ってきた。申し訳ありませんでした。山城はこの前の態度とは別人のように頭を下げた。あなたが手続きをちゃんとしてくれなかったので、俺と母は太陽銀行さんに不信感を持ちました。ですので、定期預金を解約したお金も含めて3億円、すべて下ろして他の銀行さんに掛け替えようと思います。3億円？実は母は親からの遺産と父が残したお金、合わせて3億円ほど太陽銀行に預けていたのだ。定期預金もいくつかあり、普通預金も大きな金額だったから、この前の手続きで一部を他の銀行に移し替えようと思っていた。山城はそれも確認していなかったようだ。なぜちゃんと手続きしてくれなかったんですか？それは定期預金を解約されて引き出そうとしていたので、支店の損失になると。それもあるかもしれませんが、面倒くさかったんじゃないですか？支店長にも不正な手続きをしようとしているとか、嘘を言ったんでしょ？あなたのような態度の銀行員は見たことがありません。それは申し訳ありませんでした。結果として銀行は3億円の顧客を失うことになってしまいましたけどね。山城はうなだれ、支店長らは頭を下げるばかりだった。結局母はずっとお世話になっていたからと、数千万は太陽銀行に管理してもらうことにした。それも銀行として山城は職務怠慢として処分をするという話があったから、俺も納得したのだけれど、降格減給処分になったという。それ以降 A 支店でも B 支店でも山城の姿を見たことはない。他の銀行員の接客態度も改められたようだが、また同じようなことがあればその銀行は使わないだけだ。お客様が神様だとは言うつもりはないが、誠実な対応をしてほしいと思う。